ビデオオプション編集部に届いた1枚の DVD。 そこにはトヨタ自動車社員の組織であるトヨタ技術界の熱い男たちの姿が収められていた。1947年の創設からより良い車社会を作るため切磋琢磨してきた。そんなトヨタ技術界から新しい86ができましたという知らせを受け、我々はある男を派遣した。ワクワクドキドキ新型86試乗。今日は珍しい新型の86に試乗させてもらえるということで、豊田市までトヨタですねやってきたんですけど、どう見てもなんかこうちょっと民家だったり、本当にここでいいのかなって感じなんですけど、ここですかね。本当にここに新型86があるのかと半信半疑でとある倉庫の中に。すいません。はい。今日はい珍しい86にちょっと乗らせてもらえるって聞いたんですけど、ここで大丈夫ですか？はい。今日準備してます。あ、本当ですか？こちらです。どうぞどうぞ。これですか？いや、86です。いや、これどう見ても86じゃないですよ、そんな。86ですって。いや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 、そんな。いや、これどう見ても普通のミゼットです。86になるんです。これがですか？はい。本当ですか？本当ですよ。準備しましょうか。じゃあちょっとお願いしてもいいですか？はい。なんのかな。愛嬌あるこのチキチキマシンが本当に86になるのか。早速このマシンの生みの親チームカーメレオンの皆さんに登場していただこう。じゃあ分解よーい始め。分解。これ今から。せーのせーのとか今全部外れちゃいましたけど。もうこういう風になってます。あれ普通外れちゃわないやつですよね。外れないですけどね。しかも皆さんものすごい速いです。エアジャッキがついてるの。エアジャッキレーシングカーみたい。フロントもリアも。やばい。タイヤというか、もう何でしたっけ、あれはデフとかもう全部バラバラです。嘘。もう最後いっちゃいますよ。あ、エンジンがとうとうエンジンまでもがいなくなってしまいました。はい、OK です。終わりました。はい。さっきまで車の形をしていたのがおよそ50秒で骨だけになってしまった。そしてここからじゃあ組み付けよーい。せーの。簡単に乗っちゃうんですよね。この目に重量も全部計算してます。タイヤデフサスペンションあたりフロントもありますね今。でも普通に考えてこれ明日とかにならないです。大丈夫ですか？車バラバラから今やってますけど。もうラーメンができるより早くできますから。本当ですか？本当ですよ。カップラーメンより？ラーメンより本当ですか？間違いないです。あんだけエンジンも降りててタイヤも普通もう工場でももっとかかると思うんですけどね。そうですね。ものすごい勢いでパーツを組み付けながら徐々に違うマシンへと変身していく。ちょっとタイヤがだいぶスポーティーなかっこいいやつに運ばれてきて、あれシートもちょっと86っぽいホールド性の高いやつが。ちなみに今運ばれてきたタイヤがだいぶ大きく見えるんですけど。そうですね。22インチです。22インチ。はい。外径で800ミリぐらいあるやつ。なかなか普通にも見ないやつですよねこれ。いや、だから新型の86グラフ言ったじゃないですか。なるほど。もうだいぶイメージ出来上がってきましたよ。あれとうとう来ました。ぽい86っぽい。86とかあんな感じになっちゃう。プラモデルみたいになっちゃってます。ああいう感じ。新型です。新型。あれこれ本当に86じゃないですか。これ俺見たことあります。若干スケール具合が違う感じがしますけど、これ86っちゃ86ですね。86ですこれ。86ですね。ライトの形は見たことありますね。ありがとうございます。ただとんでもない感じになってきちゃってますけど。でもこれが86なんです。すごい勢いでお出てきた。はい。これはまさかのだいぶ見たことある感じに。これは86ですね確かに。でもさっきから時間全然経ってないですよ本当に。早く完成。すぐできるって言ったじゃないですか。信じられないですけど86になってしまいました。一見普通のミゼットがものの3分ちょっとで早変わり。これが世界に1台の新型86。1分の1スケールのチョロ Q といえる869。チョロ Q のバランスを表現するためホイールは22インチを装着。マフラーは86と同じ左右出し。
水平対向エンジンを表した86の象徴ともいえるエンブレムも装備。駆動系はミゼットのまま、ドライビングを支えるハンドルシートは86純正品だ。では早速試乗させてもらおう。足元気をつけてください。だいぶフィット感あります。多分皆さんが思ってるこう側よりたくましい感じの雰囲気はありますね、中にいると。ここドアないんで閉めていただいて自分が閉めれなそうですので、そういう感じなんですよ。おおよしでは早速試乗してみたいと思います。メインを入れて、おお意外になんていうんですかね、スポーティーというか激しいです。もっと静かなのかなと思ってたんですけど、振動もすごいですすごい揺れてるよね直で来てますからね。なんかたくましいです。それじゃあ早速行ってみたいと思います。中曇ってる、中曇ってる。コックピットは排気がこもりがちでなかなか香ばしい香り。思ったより切れ角もある。大丈夫かな。思ったより踏むくるりんにみんな不安いっぱい。チョロ Q スケールにするためにボディ剛性を犠牲にしているため、コーナリングであちこちが悲鳴を上げる。センターシートとサウンドで思った以上にレーシーな雰囲気を堪能し、試乗終了。思ったよりなんていうんですかね、早いんですよ。ちょっとこの側のね雰囲気より速くて、さらにこのハンドルの切れ具合が本当にその実際にチョロ Q 乗ったことないんですけど、チョロ Q に乗ってるかなぐらい切れます。いや乗ったことないですけどすごいですよ本当に。ちょっとこれでも今ちょっとこういう場所なんであれですけど、機会があればもうちょっと広いところで思いっきりこれ乗ってみたいですね。アイデアを実現しユニークな車作りを進めるトヨタ技術界の皆さん、実はまだ隠し玉を持ってるらしいので、おいおい紹介しましょう。